はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンクを貼っておりますので、何かね、聞きたいこと等ございましたら、そちらからお友達追加していただいて、コメントをいただければすぐにご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速解説の方を、始めていきたいと思います。まずですね、ふとした疑問なのですが、F アセットの担保として使用される SGB や FLR が、デリゲート報酬の獲得対象となるのか、どうかご存知ですかということで質問ですね。これに関しては F アセットの質問になるんですけども、F アセットはですね、我々が XRP とか BTC を、ビットコインとかをですね、FXRP とか FBTC とかに、フレアの資産としてブリッジして、それをですね、保持することによって、利回りとしてですね、FLR トークンだったりっていうのを取得するようなね、今後予定されているサービスなんですけども、そのね、XRP を FXRP に交換してくれる人が、エージェントと呼ばれてるんですけども、その人たちは交換する担保にですね、FLR を担保として預けなきゃいけないんですよ。で、その FLR が、デリゲート報酬、担保として預けたものが、デリゲート報酬は得れるんですかって質問になるかと思います。で、それに関してですね、ラッピングされたデリゲート、ラッピングされ、デリゲートされた SGB または FLR は、デリゲート報酬を得るということで答えられてまして、だからその担保として、預ける FLR っていうのが、ラッピングされたトークンになるのかっていうことに関してはちょっと答えられてないので、ちょっとまだわからないので、詳細わかりましたらまた共有の方をしていきたいと思います。はい。で、続いて F アセットはラップされているのかということで、今度は F アセット資産自体の問題の質問ですね。F アセット、FXRP とか FBTC ね、に関しては、それはラップされているトークンなんですかっていう質問で、で、これは F アセットは原資となるトークンやコインのソングバードフレアバージョンですということですので、原資となるトークンっていうのが XRP とかビットコインですね。それを FXRP、FBTC にブリッジしたものになるので、ソングバードフレアのバージョンのトークンになりますということですので、ラップされているかどうかっていうのはちょっとこれも答えられてないので、また分かり次第ですね、共有していきたいと思います。はい。で、続いて、ラッピングされた FLR ホルダーとステーカーは今すぐフレアエアドロップ13をご請求くださいということで、またね、エアドロップの方が配布されまして、今回は、100WFLR あたり 4.153FLR の割合で、エアドロップの方が配布されたと。で、結構僕の方にも、でもですね、だんだんエアドロップ報酬がもらう量がね、少なくなってきてるんですけどっていう質問があるんですけども、これに関してはですね、このエアドロップされる数量っていうのは全体のラッピングされているトークンの割合によるんですよ。だからラップする人がたくさん増えて、全体の WFLR の数が増えれば増えるほど、各々がもらえるね、数量っていうのは少なくなりますので、もちろんこれでね、エアドロップまた配布されて、それもまたラッピングされたらね、どんどん少なく、なっていく可能性がありますので、おそらくね、今後のエアドロップはどんどんね、少なくはなってくるのかなとは思っております。はい。で、続いて、こちら、報酬は、これエアドロップのことですね。報酬は下がり続けていると。来月中には毎月の報酬率は 3% 程度になっちゃうんじゃないかっていう質問ですね。で、これに関して、すべては参加率に左右されると、今話した話ですね。WFLR の参加率と。で、配布される FLR の数量は毎月変わらないと。変わるのは受け取る割合であると。フレアドロップと保有数、全体のね、ラッピングされているトークンによると。参加者数など様々な要因にも左右されます。フレアの人気が高まれば高まるほど報酬は分散化され希薄化すると。これはすべてフレアの最初のフレアエアドロップの前から知られていたことだということでね、説明のされています。はい。で、続いてこちらが、ステーキングの報酬は現在、デリゲーションの報酬よりもかなり大きいということで、これはですね、ユーザーの方がステークして報酬を得るためには、資金をロックしなければなりませんが、報酬はロックなしでラップするものとも変わりませんと、もう出ていきたい、ビフローストが私の資金を解放してくれませんとね、ステーキングに関してはロック期間というのが設けられておりますので、すぐにね、解放することはできないんですけども、で、この質問に関してですね、質問というか意見ですかね。で、これに関して、
加えてあなたが上記で述べたことと裏腹に、また同じ条件でできるだけ全ての状況が同じであるにもかかわらず、ステーキングの報酬は現在デリゲーションの報酬よりも大きいということで、このオラクルデーモンというサイトがですね、分析サイトで、見ることができるんですよ、比較をね。で、そちら見てみると、こちらが左がフレアステーキングで、APR、年利ですね、が 17.52% と。で、デリゲートの方はトップ5のプロバイダーを見て、10% と。だから結構ね、差がついていると。で、以前見た時はね、確かプレイヤーステーキングが11ぐらいで、デリゲートが9か10だったんで、そこまでね、若干ステーキングの方が多いかなっていう形だったんですけども、今見てみると、17.52 と10で 7.52% も差がついておりますので、結構ね、ステーキングの方がね、収益率が高くなっているのかなと。まあ、なぜそうなっているのか、ちょっと、その要因っていうのはわからないんですけども、現状見ると、まあ、こういったね、形の方で、まあ、オラクルデーモの方で見ることができます。はい、で続いて、ステーキングから2週間が経過しましたが、請求できる報酬がありませんということで、あと1日と、前回の手動配布は2月28日だったので、まあ、2週間ごとの配布とされてますので、あと1日ですよということで、今確認すると、僕の方でまだ請求はしてないんですけども、一応報酬の方はね、見ることができました。はい、続いて、エポックと支払い日を確認できるリンクはありますかということで、はい、どうぞということで、一応、フレアビルダーズのね、サイトの方、共有の方をしてくれたんですけども、こちら結構便利かなと思って、中身こんな感じになるんですけども、フレアエアドロップの日ですね。エアドロップの日と、あと報酬がどれくらい、確かにね、これ見ると最初のエアドロップからどんどんね、報酬率っていうのは減ってきているなっていうのを見て取れるかと思います。で、今後のエアドロップの日程っていうのも一覧で見ることができますので、興味ある方はね、こちらのサイトから見てみてください。はい。で、続いて、こちら最後になります。ソングバードで S アセットを鋳造した場合、報酬はありますかということで、F アセットの質問ですね。今、コストンネットの方で、今後ですね、コミュニティの方がコストンの方で、参加できて、で、それがうまくいけば、ソングバード。その後、それもうまくいけばフレアに展開という形になるんですけども、まずはコストンネットでね、F アセットの方がコミュニティ参加で始まっていくんですけども、コストンに関しては、価値のないトークンですね、を使うので、報酬系としてはね、その動きとか見ることはできるんですけども、参加してもおそらく報酬とか出ないのかなと思っておりまして、で、ソングバードに関しては一応価値のあるトークン、SGB を使いますので、報酬の方出るのかなとちょっと個人的には思ってたんですけども、どうやらね、いいえということで、コメントされてたんですよ。で、これで、前、フレアの記事の方を僕の方で見てみましたら、確かにね、ここに、F アセットシステムの初期のテストはコストンテストネットで実施されるが、これが現段階ですね。で、フレアメインネットに完全に統合される前に、ソングバードカナリア、ネットワークで実装が予定されていると。これが今後ですね。で、F アセットがフレアメインネット上で稼働すると、ディファイの利回りの獲得に加え、ユーザーや DApps はフレアに持続可能な価値をもたらした報酬として、クロスチェーンのインセンティブプールから FLR トークンを獲得できるようになりますという書いておりますので、フレアのメインネットで稼働すると FLR トークンを獲得できるようになりますということで、ソングバードのことは書いてないんですよね。なので、もしかしたら、そのソングバードの方で展開しても報酬の方が発生しない可能性あるのかなと思っておりますが、またね、詳細の方分かりましたら、またね、共有の方できればと思います。はい、ここまでがね、直近情報になります。僕の方はですね、プレイヤーネットワーク関連だったり、XRP 関連、レジャー関連ですね。XRP レジャー関連も、すべて毎日海外の方から情報の精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさんライン公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、
2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。